3月11日は、え先生は地震の時どこにいらっしゃったんですか？地震の時はですね、七北の免許センタはいーにいました。ちょうど免許の更新終わって、はいで車に地震の時はね1階にいたんですね、はい、免許センターの。でこう、揺れて動けない状態だったから柱に捕まってたんですけど、で終わってからあと車に行って、そしたら大津波警報が出たと、はい、いうことだったので、これは大変だということで、空いてるところと回って学校にたどり着いたのが、3時40分ぐらいかな。大体津波が来るね10分ぐらい前。そうですね、かなりギリギリ。これ本当だったらですね、今思うと道路入れないように封鎖されたような気がするんですよね、はい、そっち側に海岸沿いの方に、はい、それ別な方のルートから来たので、自動車道の中の方の道路から来たので、海沿いの道路入ってきたので、まだ津波が来る前だったし、はい、だから多分封鎖に合わずに学校に行ったと思うんですよね。6号とこっち側の東部道路のこっち側西側だと多分封鎖されてるような気がするんですよね。で学校までですね、車とか人とかほとんど会わなかったですよね、全然、逃げてる人にも会わなかったですね。私の駐車場っていうのはここになってるんですよ、はい、本当は。ただここに車止まってたので、はい、こっち側、ここからでここで入りできるんですよね。はい、ここからここに出ないですね。LP ガス貯蔵工場の前ですね。そしてあとこっちこう来て、こっちに入ったんですね。であとここで校長室に入って、ここからまたもちろんここの誰もいないのでこう来て、ここからこっち側に出たんですよ。出たんですね、はい、であと教頭と会って、今みんな避難してますと、2階に上がりましたということだったので、そしたら津波だっていう声がしたのですね。でそこから黒いのが見えるんですよ、あっちの松林の方が。どれくらいの高さだったんですか？松の上ですよね。ずっともうなくなってますけど、これまずいなと思って急いで体育館の方に。津波っていうのは3時50分ぐらい前後に来た。そうですね、3時50分ですね。その津波が来るっていうのは、免許センターの時にもう分かってた。車の情報ですよね。大津波警報。大津波警報、仙台港で10メーターとかっていうのが、はい、ラジオで言ってたので、これは大変だなと思って。学校に着いてからは学校の教員の方とかその現場の情報っていうのはどこまで津波来るっていうのは分かってたんですか？つまり電気関係が全部ストップしてるので、はい、情報入んないですよね。ただ外から来た人は、車で来た人たちはある程度知ってると思うんですよ、はい、あとは携帯のワンセグとかね、はい、そういうのを見てる人は分かると思うんですが、職員はほとんど分かんなかったんじゃないですかね。外の車で来た人たちの情報から津波が来るそうだとか、そういう情報しか入らなかったと思いますね。防犯無線とかほとんど全く作動してないと思いますよね。でも先生が疲れた時には、もう教頭先生とか先生とか地域の人が避難の。そうです、避難してる最中ですね。でまだ避難がまだ残ってる人たちがいたので、その人たちはあと上に上げるという仕事でした。来ました。
もうこの辺にはもうここから逃げてますから、みんなこっちから。外とこっちからみんな逃げてます。この階段ですね。その時にはまだこう逃げてますからみんな。ここで残ってる人たちを確認して、はい、でもみんないないかなと思ってですね、であと私はこっちの方はまたあと階段の方に来ました。ただいないかなと思ってたんですが、なんか2人ほどなんかいたみたいで、後で分かったんですが、その上の方のなんていうんですか、ギャラリーに上がって一晩過ごしたみたいですけどね。はい。じゃあその波が一度引いてからも分からなかったというか、もう次の朝とかに分かる。そうですね。つまりここ波だったんで、これなり状況ですよね。で、あっちから見たらここに確かにいるのが見えたんですよね。あ、そうです。夕方っていうか夜っていうか、そのギャラリーに2人ぐらいいたんですよね。で、さっきの階段とここの階段で結構いっぱいだったんですよね。はい。で、こう詰まってたので、はい、じゃあこっちはちょっと間に合わないからこっちどうぞ、こっち来てくださいということで、ここから中に入れたんですね。こっちの方。はい。でこっち側通してですね、防火扉はどっかであったんですが、どこにあったのかな。この辺に扉があったのをこう開けて、防火扉を開けてこう入ったんですね。でここまで来て、その人たちをここの階段から上げるようにして、はい、であと上の方でお年寄りたちがこう溜まって上がれなくて止まってたので、はい、この辺まで長いこう列できてたんですよね。でもう津波にこう迫ってるので、はい、これはダメだな、間に合わないなと思ったので、私はこっちこう来て、こう黒潮ホールっていうことですね。あとここのこう上がってましたよね、こうやって、ね、これ上がって。波はどこまで来たんですか？そうですね、大体この辺まで来ましたよね。いろんなもの流れてね、本当お怪我とかも危ない。その時はですね、いろんなものなかったような気がするんですよね。まあ流れてきたことは流れてきたんですが、この後で見ると、あれこんなのまであったのかっていうようなこう感じがするんですよね。その時はそんなにこう危ないものとか流れてないような気がするんですけど、そういった時はですね。こっちはガラス張りで外がもう本当見えてしまうような状態。そうですね。ここでとにかくこっちでこう上がってましたから、全部流せてくるの見えますから、こっち側すごい勢いでですね、水入ってこなければいいなと思って、逆にこっちには入ってこなかったです。そしてちょうどこう開いたんですよね。こういう扉のやつが全部こっちの勢いの方で開いて全部流れていってるんですよね。だから上にたまらなかったと思うんですが、そうですね。本当あそこら辺とかこのぐらいまで波の跡があります。そうですね。1時間ぐらい
そしてあと水がある程度止まったので、ここが上がってましたよね。で、ここが上がってましたよね、こうやって。で、こうなんかストーブみたいなのとかいろんなのがあったので、そこにあと降りてこうお年寄りとかこう畳みたいな何かこうあったんですよね。で、上に乗せたりなんかして、であと水が引いてから若干引いてから腰ぐらいになってからはその何かに乗せてマットなのか畳なのかわかんないですけど、それに乗せてこうやってこっちで運んだんですね、何人かで。結構じゃあここに10人ぐらいはいたんです。そうですね、はい、そしてこう来てこっちから通っていったんですよね。こっちからこう運んでいったので、こっからこう上がったんですね、つまりああいうカーテンとかいろんな衣服が寒かったので暖かくするために使ったんですね。主にここは病気の人とか具合悪い人ここにいたので。でさっきお話したように4つの地区っていうのはここ3つこう区切りがこう4年5年6年ってなってるんですが、教室こうフロアで4年5年6年のところ1つずつこれで3つの地区が入ったと。あともう1つの地区はこっちの音楽室の方にもう1つの地区が入ったということですね。計4つの地区。本当この少人数でオープンスクールでかなり理想的な教育環境ですよね。的にはね、ただ前まではだんだん人数少なくなってきたんだけども、開校当時は380人いましたよね。じゃあ結構その時は大変、つまり被害化調整区域なので、うち建てられない地域なのね、ここは。そうです。それで子どもの数が減る一方だ。なんか一度やはり校庭から体育館に避難されて、また津波が来たっていうことで本当に被害がでもなかった。そうですね、本当にでもギリギリですよね。津波かぶってる方もいらっしゃるんで、マニュアルで言えば校舎、どこの学校もそうなんですが、校舎が、危ないと何回もそういう余震があるので、どうしても他のところに一回避難するんですよね。でその後急いで津波っていうことでこう上げたんですけど、でも400人ぐらいいたらすぐには上がらないですよね。まず子供は上げてたのでね。